どうしましたモフ殿？うち守り手おやんから国民投票ガチャリンコ引きたいんだけど、ジョルジュさんにあげる白雪4持ちの忍者セリーヌ様も欲しいんだよな。迷いますね。次のガチャリンコも気になるし。この時点で紋章ガチャの情報は出ておりません。あ、そうだ。何か明暗でもコースラインだ。大人の解決方法。モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。フラミモンド。オープニングでも話した通り、守り手求めて駆け込み国民投票ガチャリンコ行くぞ。参りましょう。駆け込みが過ぎる。何ですか、残り15時間って。いやーえへへ。しかも当然のごとくこの動画が出る頃には終わってますし、国民投票ガチャ。さすがの私もガチャ引いて、10時間ちょいで動画は作れませんにゃー。速さの吸収とか装備すれば、徐々に加速するかもしれませんよ。編集スピード。そんなんできるんやったらぜひ装備したいけど、ほら私、白獣重装だから。速さの吸収の継承制限は、歩行と飛行の物理攻撃兵種のみ、です。だからいつまで経っても上がんないんだ編集スピード。困りました。狂心アルム殿がおそばにいれば。お客様の中に狂心アルム君はいらっしゃいませんか？モフ殿の編集速度プラスのためにぜひ2マス以内にお願いします。紋章師リンちゃんが速さの待機上げられたら、お客様がリンちゃんでもよかったんだけど。残念ながらリン殿の武器に待機プラス効果はありません。速さの吸収で自分の待機は上げられるけどね。まさか、先ほどから緑スルーしていらっしゃるのはそんな理由ですか？残念ながらリンちゃんだと私の編集スピードは上がらないのだ。これまでか。編集スピードさーん。というか待機に頼らずご自身で上げてくださいよ。編集スピード。もし編集速度プラス待機持ちが実装されたら、突然4人引いて囲んでもらいまする。ご冗談はおやめください。いやね、見ての通り紋章師リンちゃんは所持済みだから、これ以上無理する必要はないかにゃーって。わかりました。では白のひよくルキナ殿は？忍者ルキナちゃんは超絶クソ便利で、シール張り替えて使ってるくらい強いんだけど。強い。逆に言うとシール張り替える余裕はあるから。余裕しかない。何ですか？この恐ろしいシールの数々。右と左のバランス悪くって恐ろしいよね。そこです。いえそこじゃないです。おや？マリータちゃんだ。これは闇落ちでも開花でもない通常マリータ殿。マリータちゃんって3人おって、全部ここ赤剣なんだよね。武器も兵種もまるで同じというのは珍しいですね。トラキア超英雄枠で選ばれても良さそうなのに。そうなったらそうなったで、またここ赤剣になる可能性も。ありえる。困りました。まあ確かに黒髪女性剣士の印象強いってのはあるけど、黒髪女性剣士といえば、アイラさんも欲しかったりする。伝承アイラ殿ですね。赤は何人おっても良い狂心ヘッ君、未所持の伝承アイラさん、そして強強守り手のニーズヘップさんと、敵にとってもうな味でございます。うな味派は猫ですね。と言いますか、モフ殿が国民投票ガチャこんなに引いているの、あまり記憶がないのですが。あ、それな、実は私もあんまり覚えがなくって、で調べてみたんよ、動画一覧を。はい。そしたら、2021年3月だった、引いてたの。少なくとも YouTube に投稿してたのは、それだけっぽいよ。2021年3月の国民投票ガチャというと、これ、懐かしいです。懐かしすぎませんか？確かに懐かしいメンバーだけど、その中でも最近連星がって輝いてる忍者リンちゃんがおったり。記憶リン殿は配布にも選ばれたのですよね。そう。懐かしいですね。ですが改造すれば現役と守り手のニーズヘップ殿も倒せるとの噂が。こんな前のキャラが活躍できるゲームってすごくない？驚きますね。忍者リンちゃんはダイム武器と最高動ボタンで結構暴れたけど、割といい連星もらえたみたいでよかったですな。で、ダイムさんだの連星は？兄さん最近口開けばそればっか。お許しください。先日の紋章師 A リーク殿と多いので、2回攻撃の話が。そういえば国民投票ガチャリンコの話してたのに、いつの間にか迷子になっちゃってたね。迷いますね。まあモフ殿の会話が迷子になるのはいつものことですが。その原因の半分は兄さんだってこと、わかってる？困りました。お互い様なんよ。失礼。いや、実際みんなどうなの？これは、マリータ殿に続いて星4チャンスのラクチェ殿。またもや黒髪女剣士？驚きますね。こんなんさ、絶対あれじゃん。伝承アイラさんが来る流れじゃん。ご即時のラクチェ殿が来てくださったとあっては、いや大いも期待が高まります。ぜひとも、早さ上で、来てくれるといいにゃー。あなたの役に立てる今にゃんか、思いは一つと見せかけて、とても熱くて大きいゴール、マリア張りの壁を感じたんだけど。気のせいですよ。本当？それより例年つかない国民投票ガチャを追うことに決めた理由は？あ、それ。そこです。いつもだと国民投票ガチャ来る頃には、まだ強いんだけど最強ではないくらいの性能になってたりすることが多いじゃん。現時点の最強キャラはそもそも実装されたてで、投票対象外だったりしますしね。そう。でも今年はさ、未だにトーマ守り手最強じゃない？ニーズヘップさん。確かに正月ニーズヘップ殿以降に登場した重装といえば、バレンタインエーデルガルト殿、ギューデルト殿、レア殿、工場のラファール殿、そしてダブル子供カムイ殿。なるほど、確かにトーマ持ちはいませんね。だからいつ
つもはジョルジュさんのスキル目当てでしかガチャらないけど、たまには強強キャラ求めて引いてみよっかなって思ったわけ。わかりました。モフ殿の弊社の守り手組、つい最近まで誰もいませんでしたからね。金スキル守り手持ち。強心ヘックンが来てくれたから一人になったよ。やったねモフちゃん。もしニーズヘックさんゲットできたら、お城の防衛更新してもいいかもですな。撃ち放題じゃないですか。スタイル攻撃。ワイは猫や、プロゴルファー猫や。撃つ側じゃなくて撃たれる側ですモフ殿。紋章師リンちゃんとスタイル攻撃持ち入れときゃフリーパスっすよ。なんでドヤ顔なんですか、ここで。困りました。せめて紋章師エリーク殿を入れるとかですね。あ、こないだ引いた紋章師エリークちゃん、めちゃんこ活躍してるよ。お気に召しましたか。そりゃもう、それはよかった。エリークちゃん自身も2回攻撃で強いんだけど。はぁ、せい。こないだ偶像の戦狼で持ち帰った総選挙クロムくん、鬼神飛燕の演劇でなくてしょんぼりしてたから、お持ち帰り迷ってたんだけど、迷いますね。エリークちゃんとエンゲージしてもらったら、4回攻撃できるようになったから、野戦地区上の攻撃のダメージマイナス10があんま気にならなくなって、戦略張れるしこれはこれで良かったのかなって思うようになった。総選挙クロムくんは特攻持ちだから、それも良かったんだろうなって、やっぱりダイムと特攻持ちは偉大っす。あれ ?2、3。突然の召喚、どうかお許しいただきたい。2、3、2、3。そして、突然の連戦、どうかお許しいただきたいと一回言いたい。しまった、いつの間にかまたダイムの話に。モフ殿。才を持っておられる。おかしいなせっかく話題変えたはずなのに。モフ殿のうっかりには、もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。じゃあ今度こそ話題変えよう。なんでしょうか。個体値が不甲斐ないよ兄さん。冗談をおやめください。不甲斐ない。もうそんなんじゃ攻撃も速さ下も出してあげられませんぞ。お許しください。お許しください。ダイムで謝られたら許さざるを得ない。ありがとうございます。そんじゃお話のネタも落ち着いたとこだし。おや、フェイドのチャンネルに紋章ガチャの話はよろしいのですか。フェイちゃんチャンネルはもう時間経っちゃってるし。ゆっくり動画投稿者の辛いところですね。ショートくらいの短さなら即投稿できるかもだけど、こんくらいの動画作るとなると4日はかかっちゃうんだ。困りました。それに紋章ガチャのお話は紋章ガチャリンコ会でするし。承知しました。何よりネタに困った時は、お便り読めばいいよってコメントとバッチャが言ってた。コメントとおばあ様がおっしゃるなら間違いないですね。ラジオネーム、レイさん。ありがとうございます。砂漠ガチャの動画にて、不動、刹那を使いこなせるのは砂漠アイクか闇アイクだけなのではとおっしゃっていましたが、うちの子と相性が良かったので紹介させてください。それは工場チェズ男くんです。大馬改造チェズくんかっちょよ。登場して間もない砂漠アイク殿が、このお便りが届いたのは3月1日だぞ。驚きますね。この子は武器に、お便りの途中でしたが、伝承アイラ殿がいらっしゃいました。そういや黒髪女性剣士フラグ立ってた速さ自慢のアイラ殿にしては遅いフラグ回収でしたね。きっと聖戦マップから走ってきたんだよ。聖戦マップは、広いですからね。いくらアイラさんでも徒歩は辛くて、徒歩だったんだよ。えフラグ回収が遅かったので、個体値も速さしたでしょうか。速さウィッシュでした。すまんな兄さん。どうしてこんな。だって言ったじゃん、個体値芸を見たいんなら兄さんが攻撃したでお手本見せないとって。私はそのような大それたものではない。攻撃した兄さんが車で個体値芸の席、ないから。次こそは。果たしてみせます。そんじゃお便りの続き。途中からになってしまって、申し訳ない。すまぬ。お許しください。この子は武器にキラー効果がないおかげで不動の奥義カウント促進条件と相性がいいです。画像では陣風をつけていますが、これもキラー効果がないおかげです。不動も刹那も、奥義のカウント少ないとダメなんだよね。陣風は3カウントなので、キラーのないチェズ殿なら問題ありません。相性ぴったりですな。相性がいいのか、力を与えてくれるようです。一緒に継承させた端ことでターン開始時にカウントを1進め、戦闘開始時に2進めることができるので陣風のダメージ軽減をほぼ発動できます。奥義を絡め、費用効果で回復、戦闘後カウントが1進む、次の戦闘開始時にカウントが、と継続戦闘が可能です。つまり、主要兵の双剣無限陣風編ってこと？鬼を滅せそうなタイトルにするのは、おやめください。強いのもいいけどさ、何回も奥義セリフ聞けるってのがお得感ない？推しの奥義セリフは何度聞いても良いものですからね。欲を言えばマップ奥義とか縦系奥義でも聞けるようにしてほしいけど、縦系奥義で倒す気マックスのセリフ出すのもななら縦系奥義は別にセリフを用意していただければ良いのでは。それだ。そこです。フェイちゃんよろしく。大規模アップデート、お待ちしております。こんだけ魔改造したらもう満足なのでは？それがですね。ただ、この構成とステータスでは最近の環境にいるゴリラたちには勝てません。ここまで改造しても無理なんです。今の環境では絶対アイク使った方強いです。もう弊社にはいないので使えないんですが、まあ、最推しの一人なので、アビサルやつな傷で使っていこうと思います。という悲しいコメントも、とても、悲しいですね。近距離は先ほども申し上げた通り、更新激しいですからね。あってもさ、リークちゃんエンゲージさせたらだいぶ違うんじゃ？なるほど。タイムカウンターできるようになれば。はぁ、せい
火力全然違うと思うよ。いっそ遠距離反撃制位を費用に変更して、近距離特化にするのも悪くないかもしれません。ダイムは全てを解決する。そう、つまり、タイムこそ全て。私のダイムサンダも連成で更新していただきたいですね。しまった、ついまたダイムの話を。モフドの、もしかしてわざとやってませんか？気のせい気のせい。本当に？ほんと。困りました。なんか、推し自慢になってしまいました。長々となってしまい、申し訳ありません。かまへんよ。全部は読めませんでしたが、しっかり拝見させていただきました。お便りありがとうございます。あ、モフドの続きがありますよ。続き？最後に一つ、リクエストと言ってはなんですが、今現在の4人、5人のジョルジュさんのスキルやコンセプトを見せてもらえたら嬉しいです。可能であれば、肉球スワイプチャレンジも見たい。最新のジョルジュさんはアビサル動画ご覧くださいませな。肉球スワイプチャレンジとは？ほらあったじゃん。スキル一覧を全力でスクロールさせて。洗礼を持って。何秒かかるかってやつ。懐かしいですね。じゃ久々にエースのジョルジュさんでやってみようかしら。あの時、どうしてましたっけ？ヘルプオンだったのは覚えてる。そこ、オフにしたことないですからね。問題は全スキルだったか、最上位スキルだったか。迷いますね。もし全スキルにして、スクロールしすぎて私のプニプニ肉球がすり減ったらいけないから。プニプニは大事にしてください。最上位スキルでいきまする。それでは用意、スタート。さあ始まりました数年ぶりの肉球スワイプチャレンジ。当時のタイムは記憶にございませんが、どこかの動画には残っております。誰か発掘してタイム教えて。ぶつからこそスキル A、そして多いスキルを経由し、長くなるであろう A スキルのターンに突入しました。実に他力本願なモフ殿ですが、ジョルジュ殿へのスキル継承は自力でコツコツ行ってきました。果たしてその成果は現れるのか？ B スキルのターンに突入。様々な兵種でぶっ壊れスキルが実装されている B スキルです。ちなみに当時、秒針スキルはなかったので、そこもタイムに影響すると思われます。ついに終わりが見えてきたか？いつの間にやら C スキルへ。最近フェイドのは鼓動にハマっているらしく、推しがここ終わり。終了です。タイムは 31.03 秒でした。疲れた。肉球がすり減るかと思ったよ。お疲れ様でした。くれぐれも肉球は大事にしてくださいね。みんなも気をつけてくれよにゃ。では、残りの金字かジョルジュ殿、人参ジョルジュ殿、影竜。やらないよ、もう。スキル被っちゃってるのも結構あるから、さすがにね。移動補助や奥義スキルは全員同じもの継承させたりしてますからね。ですが逆に違うジョルジュ殿にしかついていなし。お許しください。お許しください。というわけで続きはまた今度。肉球スワイプチャレンジの続きですか？ガチャリンコの続きだよ。失礼。もし続きが気になった人と猫は、チャンネル登録高評価で応援してくれると。光栄に思います。メンバーシップでの応援もいつもありがとうござい満足。モフ殿に動画投稿を続ける。力を与えてくれるようです。それではご視聴ありがとうございました。本日のお便りはアッシュ殿です。ご覧兄さん、真相エーデルちゃんに殿下が熱い視線を送ってるよ。熱い視線と言いますか、逃げた方がよろしいのでは。集めちゃうよね、視線。視線違いな気が。